引っ越しの初日、新居の隣人に訴えられました。彼女はヒステリックに泣き叫び、私の息子が彼女の娘に暴行を加えたと非難しました。私のティファニーはまだ18歳になったばかりなのに、あの病的なペデスト、バディが彼女を台無しにしたのよ。あのクズのようなガキは野生の獣に育てられたに違いない。死刑にするべきだわ。彼女の娘も犯人は私の息子だと主張しました。バディは服を脱がなきゃ首を絞めるって言ったの怖くてたまらなかった彼女の言葉に陪審員や傍聴人たちは激高し、私の息子に厳罰を求める声が上がりました。あの畜生め。このバディはまさしく怪物だ。厳重に罰せよ。悪魔のようなバディを逃がすな。ところが、裁判官が私の息子を証言台に呼んだとき、法廷にいた全員が凍りつきました。あなたよ、キャサンドラ。あなたの獣のような息子が私の娘を汚す勇気はあったくせに、法廷に顔を出す腰すらなかったのね。かくまっても無駄よ。私は絶対に許さない。あなたの息子は死刑にすべきだし、あなたたち2人は私の娘に精神的損害賠償として200万払うべきだわ。法廷でブレンダは私を獣のような目で睨みつけ、生きたまま皮を剥ぎたいほどだという様子でした。彼女の娘、ティファニーは芝居がかったようにすすり泣き、涙を流し、目には痛みと恐怖が満ちていました。私は冷静にその母子を見つめ、自らの立場を繰り返しました。私の息子はティファニーに暴行なんてしていないし、できるはずもない。本当の犯人を見つけてよ、私の息子に罪を着せようだなんて絶対に許さない。今日まで、まさかブレンダとティファニーと法廷で対峙することになるとは思いもしませんでした。息子と私がこの地区に引っ越してきた日、ブレンダはとても親切で、私の荷物運びを手伝い、これからは隣同士なんだから、何かあったらいつでも相談してねと言ってくれました。私に息子がいると聞いたとき、彼女の顔はパッと輝き、娘のティファニーを紹介し、これも何かの縁ねと言いました。しかし、まさにその夜、彼女は髪を振り乱したティファニーを連れて私のドアを激しく叩き、息子のバディが彼女に暴行を加えたと非難してきたのです。私は呆然とし、すぐに息子がそんなことをするはずがないと説明しました。でもブレンダは聞き入れませんでした。彼女は息子がやったと確信しており、ティファニーも一緒に泣きながら、息子が彼女を廊下から屋上に引きずり込み、暴行したと主張しました。私がどう説明しようと、その母子は獲物を見つけた飢えた狼のように、執拗に息子につきまとったのです。彼らはさらに100万の和解金を要求し、息子がティファニーと結婚することを要求しました。さもなければ警察を呼び、息子を牢屋で腐らせると言いました。私は、息子がティファニーに暴行を加えることなど不可能だと知っていましたし、100万の賠償もありえませんでした。私は母子の要求をきっぱりと断りました。まさか彼らが私を訴えるとは思いもしませんでした。私はすべてを固く否認し、ブレンダは瞬時に激怒しました。ありえない？あなた、キャサンドラ、その目を開けてティファニーの傷を見なさいよ。ブレンダはティファニーのジャケットを引き裂き、彼女の体にある衝撃的で青黒いあざをあらわにしました。この黒ずんだあざ、あなたの獣のような息子が彼女にしたのよ。私のティファニーはまだ18歳なのよ。ティファニーは震えながら私を見つめ、目に涙をためていました。キャサンドラ、バディが全部やったの。服を脱がなきゃ首を絞めるって脅してきた。怖くてたまらなかった。ブレンダはティファニーを抱きしめ、慰めました。母子は法廷でその場に座り込んで泣き出しました。そして私、加害者の母親は、冷たく無関心に彼らを見つめていました。陪審員席の群衆は私を指さし、叫びました。恥知らず。
自分の息子があんなひどいことをしたのに、まだ否定するなんて。彼女自身がろくでなしなのは明らかだ。この親にしてこの子ありだ。かわいそうなティファニー、あんなに若くしてそんな目に遭うなんて。一生心の傷になるわ。非難の声が私に降り注ぎましたが、私は気にせず、まるで自分には関係ないことのように振る舞いました。ティファニーはますます激しく泣きました。キャサンドラ、明らかにバディがやったんだよ。どうして認めないの？私まだ18歳よ。この後、どうやって人に顔向けできるっていうの？これからどうやって生きていけばいいの？彼女は泣きながら頭を叩きつけ、その絶望的な様子に、法廷の多くの人々も涙を浮かべました。ブレンダは胸を痛め、私を指さしました。あなたよ、キャサンドラ。あなたにも子供がいるんでしょ？どうしてそんなに冷酷でいられるの？もし今日、被害者があなたの娘だったら、あなたはまだこんなに冷たくいられる？私は嘲笑しました。私の息子が誹謗中傷されているのよ。私が彼を守ることがどうして悪いの？私はよくわかっていました。私の息子、バディは、そんなでたらめなことをする能力が絶対にないのです。でも彼らには、私は言い訳をしているようにしか見えませんでした。陪審員や傍聴人からのささやきは次第に大きくなりました。この女はどうしようもない。息子を守るために基本的な良心まで失ってしまった。母親がこんなに厚顔無知なら、息子がどんな人間か想像もつくわ。法廷はたちまち大混乱に陥りました。裁判官は眉を潜め、小槌を強く叩きました。静粛に。双方の主張に食い違いがあるため、それぞれの証拠を提出してください。裁判官の言葉に、ティファニーの弁護士はすぐに立ち上がり、義憤に燃えて言いました。裁判長、私の依頼人には、被告バディが私の依頼人ティファニーに暴行を加えたことを証明する十分な証拠があります。彼女はティファニーに、あの夜の出来事を再び語るよう促しました。ティファニーは深く息を吸い込み、声を震わせながら、あのいわゆる事件について語り始めました。あの夜10時、私は塾から家に歩いて帰っていました。あの建物のエレベーターが故障していたので、階段を使わざるを得ませんでした。ちょうど26階に着いたとき、誰かが突然後ろから私の口を押さえました。私は必死でもがきましたが、バディはとても力が強く、私を直接屋上に引きずり込み、遊んでくれと脅してきたのです。私は眉を上げ、彼女を詰問しました。どうしてその人物が私の息子、バディだとそんなに確信できるの？ティファニーは私の視線を合わせ、涙声で言いました。私には確かにわかります。彼の顔を見たんですから。バディは私に服を脱ぐ要求を要し、私は必死に首を振って拒否しました。でも彼はただ手を挙げて私の首をつかみ、言いました。言いなりにならなければ絞め殺すってあまりに怖くて、仕方なく従うしかなかったんです。ここまで来て、彼女は息もできないほど激しく泣き、服の裾をぎゅっと握りしめました。みんなが彼女の境遇に同情しましたが、彼女が嘘をついていると知っていたのは私だけでした。私は公にそれを指摘しました。ティファニー、あなた嘘ついてるわ。ティファニーはたじろぎ、全身を震わせ、それから抑えきれずに私に向かって叫び返しました。嘘？キャサンドラ、私の純潔という神聖なことについて、どうして私が嘘をつく必要があるっていうの？どうしてあなたはそんなに残酷で私を追い詰め続けるの？私の傷を見てよ。あなたの息子が私をどう拷問したか見てよ。彼女は狂ったように服を引き裂き、さらに深さの異なる複数のあざをあらわにしました。ティファニーの弁護士は取り乱したティファニーを抱きしめ、
私を厳しく叱責しました。被告、よくも私の依頼人が嘘をついているなどと言えますね。ティファニーの不詳は反論の余地のない証拠です。あなたの根拠のない告発は被害者に対する二次被害です。私は憤慨する弁護士を冷たく見つめ、一語はっきりと言いました。もし彼女が本当に私の息子を見ていたのなら、そんな馬鹿げたことは言わないはずです。息子と私が引っ越した日、ブレンダとティファニーが会った子供は私だけでした。私の息子、バディは彼らに一度も顔を見せたことがありません。もし彼らが一度でも私の息子を見ていたなら、絶対に暴行などという罪を着せたりしないでしょう。ティファニーの弁護士は私の言葉を嘲笑しました。被告、あなたの息子は何か有名人でもあるんですか？私の依頼人ティファニーがわざわざ自分自身の評判を傷つけてまで彼をでっち上げる必要が？ティファニーも口を挟みました。私は本当にバディを見たんです。塾に行くとき、彼が家から出てくるところを見ました。一緒にエレベーターで降りて、彼は自分の名前はバディで、新しい隣人だと言いました。ブレンダは私を指さし、叫びました。あなたよ、キャサンドラ。水を濁して息子を逃がそうだなんて思わないでよ。ティファニーはこの目であなたの息子を見たのよ、名前だって知ってる。否定できないわ。私は母子が互いにうまく演じ合うのを見て滑稽に思えました。ティファニーがそんなに確信を持って話せるのは廊下と屋上が監視カメラの死角だからです。母子はその死角を利用したからこそあんなに露骨な嘘をでっち上げる勇気があったのです。私はこれ以上彼らと議論する気もなく代わりに裁判官に向き直りました。裁判長、原告の証言には多くの矛盾と不一致があります。私の息子バディによるいわゆる暴行を裏付けるには全く不十分です。ブレンダは裁判官が私の指摘を認めたのを見て焦り始めました。彼女は突然椅子から立ち上がり、私を指さして金切り声を上げました。矛盾？不一致？あなたよ、キャサンドラ、みんなを混乱させようとするのをやめて。私の娘の一言一言は真実だし、彼女の傷がその証拠よ。私は苦笑しました。たった二言三言で私の息子を有罪にしたいの？法律はあなたがもてあそべるようなものじゃないわ。私の言葉にブレンダの顔は怒りで真っ赤になり、ティファニーは泣きすぎて気を失いそうでした。陪審員たちは私が理不尽だと思い、非難の声はさらに大きくなりました。この女は本当に頭にくる。まだそんなところで言い訳して。なぜ彼女の子供が襲われなかったんだ。母親がこんなにクズじゃ、息子が怪物なのも無理ないわ。彼らは次々に話し、私を屈服させようとしました。しかし私は背筋を伸ばし、背中をまっすぐにし、冷たい視線を陪審員たちに向けました。私は嘲笑いながら言いました。皆さん、真実はまだ確定していませんよ。操り人形に使われないでください。彼らは事実を知らず、ただ自分たちのいわゆる正義感に基づいてでたらめを言っているだけです。本当に愚かです。私の言葉に彼らは一瞬言葉を詰まらせ、それから誰かが反論しました。操り人形？あなたの息子は明らかにひどいことをしたのに、あなたは否定しようとしてる。その通り。ティファニーは若い女の子よ、どうしてこんなことで冗談を言う必要があるっていうの？ブレンダは味方がいるのを見て、さらに自信をつけました。彼女は私に陰険な視線を投げかけ、目に一抹の勝利の色を浮かべました。あなたよ、キャサンドラ。証拠が不十分だって言い続けてたわね。じゃあ、今その目を開けてよく見なさいよ。目の前に並べられた証拠をあなたがどう否定するか見せてよ。彼女がそう言うと、弁護士と目配せを交わし、
弁護士は書類を取り出して公に提示しました。私が今手にしているこの書類は、私の依頼人ティファニーから採取された被告バディの体液の証拠です。この発言は雷のように法廷に響き渡りました。みんなの目はそのいわゆる報告書に釘付けになり、私の目も同様でした。ティファニーの弁護士は勝利を宣言するかのように、誇らしげに書類を掲げました。この報告書によれば、ティファニーさんの下着及び関連する身体部位から、被告の息子バディの DNA と高度に一致するものが検出されました。キャサンドラさん、証拠は揺るぎません。これについてどう言われますか？私は弁護士が高く掲げた検査報告書を見つめ、顔に少しも動揺の色はありませんでした。ブレンダがここまでする、つまり証拠を捏造するとは予想していませんでした。私はゆっくりと立ち上がり、確信に満ちたブレンダ、ティファニー、そして彼らの弁護士を見渡し、私の声は落ち着いていながらも否定できない力を持っていました。その報告書は偽物です。私は信じません。偽物？ティファニーの弁護士は、最も面白い冗談を聞いたかのような口調で、報告書のコピーを裁判官と陪審員に配りながら言いました。キャサンドラさん、この報告書は私立病院が発行したもので、公式の捺印があります。法的効力があるんですよ。あなたはただ偽物というだけですか？ティファニーはまだ涙に濡れた顔で私を見上げ、恨みがにじんでいました。キャサンドラ、あなたは私の証言も受け入れないし、病院の報告書も受け入れない。どうしてそんなに厚かましいの？本当に私を死に追いやりたいの？そう言うと、彼女は机の角に頭を打ちつけ始めました。鈍い音が法廷に響き渡りました。ブレンダは恐怖で叫び、飛び出して娘を抱きしめました。ティファニー、バカなことしないで。あなたに何かあったら、私どうやって生きていけばいいの？これを見て、裁判官はすぐに人々に介入を命じ、小槌を地響きのように叩きつけました。原告、感情をコントロールし、過激な行動は控えるように。いずれにせよ、法律はあなたに公正な裁きをもたらします。裁判官の言葉に、ティファニーの興奮した状態は徐々に落ち着きました。ブレンダは娘を抱きしめ、目には私への毒のような憎しみが満ちていました。あなたよ、キャサンドラ。もし今日あなたの息子が自白しなければ、私はこの場であなたの目の前で死んでやる。死んでも幽霊になって、あなたやあなたの息子を絶対に許さない。陪審員や傍聴人たちも加わり、私の息子がその場で処刑されることを望みました。頭にくる。あの畜生バディは死刑にすべきだ。この母子に何をしたと思ってるんだ。DNA が一致してるのに、まだ否定する気？このキャサンドラ親子は本当に厚かましい。母親は獣のような息子をかばってるんだから、彼と一緒に牢屋に入るべきだ。ティファニーの弁護士は正義凛然と語りました。キャサンドラさん、法律はいかなる犯罪者も罰せずには起きません。あなたの息子バディは、私の依頼人ティファニーに暴行を加えた代償を払わなければなりません。みんなが私の息子と私に対する判決を待っていました。裁判官は咳払いをし、私への最終的な確認を行う準備をしました。被告、キャサンドラさん、原告が提出した DNA 鑑定報告書及びティファニーさんの証言に関して、他に異議はありますか？私は裁判官の視線をまっすぐ受け止め、一期一会明瞭にはっきりと答えました。裁判長、私の証拠は私の息子です。私の息子、バディを証人として召喚することを要求します。裁判官の小槌が折り、法廷の扉がゆっくりと開きました。被告、バディを証言台に召喚せよ。すべての視線が扉口に集中しました。ブレンダとティファニーは、ティファニーを汚した獣を引き裂きたいかのように、
強く見つめていました。しかし、私の息子が法廷に入ってきたとき、出席していた全員が呆然としました。